こんにちは、グリプトです。FOMC 終わりまして、市場もそれぞれ反応してますけど、仮想通貨市場の方では一部で期待されてた、米国のデジタル資産政策報告書がついに公開されまして話題になってます。そちらも今後の市場に影響するようなものになっていると思いますんで、今回も取り上げていきたいと思います。本日の主なラインナップはこちらになっています。それでは本日のポジネガファンダチャートなどをまとめてみていきたいと思います。ビットコインは現在11万7600ドルあたり推移しています。発表された指標の方では FOMC 米各指標がありました。で FOMC は事前予想通りの据え置きとなってるんですけど、パウエル議長とトランプ大統領の発言はですね、鳩寄りが目立った印象があります。ただ米 TP 雇用者数、米実質 GDP の結果はですね、予想以上でドル高要因となってまして、ドル指数の DXY が 99.94 と約2ヶ月ぶりの水準まで高騰しているのも注目されています。米10年債利回りは上昇してまして、ドル円は 149.3 円台、米株指数は調整後に反発して、結果的には上昇、ゴールド調整とリスクオン傾向となっています。で仮想通貨関連株は、ファンダが出てないものに関してはほぼ現状維持で推移となってますね。あとビットコイン関連では、先日も取り上げましたけど、米国のデジタル資産政策報告書がついに公開されました。でこれ当初はですね、ここでビットコイン準備金の進展があるんじゃないかと、海外から期待されてましたけど、全部で163ページの超大作だったんですけど、既存のジーニアス法やクラリティ法に絡めた暗号資産推進の説明だけでビットコイン準備金に関する新たな説明がないまま終わってしまって、海外も失望しているという状況ですね。トランプ絡みのミニイベントはね、大体無風に終わってるんで、個人的にはもうあんまり期待してないんですけど、今後もまた何かあったら取り上げたいと思います。あと個別株の方では、各社それぞれファンダ出てまして、まずコインベースが JP モルガンと提携、2026年からチェイス口座をコインベースに直接リンクさせることで8000万人のチェイスユーザーに仮想通貨取引を提供するとしています。株価はプラス 1.63% となってますね。であとはロビンフッドの第2四半期の仮想通貨取引量が280億ドルと、前年比プラス 32% となっています。また収益も1.6億ドル、プラス 98% と高決算となってますね。株価はプラス 2.69% となっています。あとはスマートウェブが 225BTC 買い増し、ソーフェイルは 2050BTC となっています。株価はプラス 5.52%。あとはトルコのモビリティ企業マーティテクノロジーズが現金準備金の 20% をビットコインに投資する計画を発表。また今後は暗号資産の準備金比率を 50% まで引き上げることも発表してまして、こちらはあるとも検討しているとしています。株価はプラス 5.52% となってますね。あとはイーサのトレジャリー BTCS が最大20億ドルの証券発行登録を SEC に提出。調達した資金はイーサの購入に充てるとしています。株価はマイナス 4.36% と時間外でも下がっています。であとはファンダメンタルグローバルが FG ネクサスにリブランド、イーサ10周年を記念して死亡で2億ドル調達してイーサの購入に向かうと発表しています。株価はマイナス 13.71%。最近はね、トレジャリー発表でも上がらなくなってきましたね。あとはメタプラネットですね。トレジャリが総じて弱い中、昨日も1100円台で終えてまして、個人的には、ね、かなり強い部類に入るのかなと思います。当初の見立てでは、このトレジャリが弱いフェーズに入ったら、とっくにね、1000円割ってると思ってたんで、未だにこう1200円付近っていうのが強いですね。昨日ね、中山さんも売ったみたいなんで、この7月22日の1095円がそこになりそうな気もします。あと本日は日銀の政策金利もありますんで、日本株のトレジャリー陣もどのように動くのか注目ですね。あと ETF 関連ではシーボとナイスアーカが仮想通貨 ETF の上場基準の簡素化を求める提案を SEC に提出しています。具体的には現行の90 before フォームの審査期間を240日から短縮することや、あとは基準を満たす ETF に関しては即承認することなどが提案されてますね。確かにね、この規制が定まってないにせよ、
こんなに時間かける必要あるのかっていうくらい、先延ばしにされてますから、こちらも改善されるのか注目ですね。あと昨日の ETF は現時点ではゼロ、香港もゼロとなってます。ビットコインの先物の方では、大岩全体でプラス 0.70%、841億ドル相当。オーダーブックの状況としては、下は11万5800、上は12万1000あたりから目指す状況となっています。今後の指標としては、本日、米 PC、米雇用コスト指数、米シカゴ購買部業界景気指数、8月1日に米雇用統計、米 ISM 製造業景気指数、8月4日に米待機税受注が控えています。ビットコインは一時11万5000ドル台まで下落してまして、現在11万7000ドル台となっています。先日から、今週の米指標ラッシュ中に11万5000のサポートで耐えられるかという話してましたけど、今朝4時頃にですね、11万5000には一旦到達した展開となっています。ただ、あさってにまだ重要指標の米雇用統計、米 ISM 控えてますんで、それまでにどこまで戻せるのかがポイントになりそうな気がしています。月足確定も近いですし、このサポート近辺で米雇用統計を迎えると、準備金の失望などもあってですね、新たな期待がないんで、サポートを割る展開もあるのかなと思いますね。なので個人的には一時的にもこの11万8000あたりまで戻ってほしい感はあります。指標としては本日21時半に米 PC などが控えています。それらの時間帯にもどのように動くのか注目ですね。そしてイーサーですね。イーサの価格は現在3810ドル、BTC 立ては 0.0323。先物の方では大岩全体でマイナス 2.28%、543億ドル相当。ETF は現時点ではプラス780万ドル相当、香港はゼロとなっています。BTC 立ては未だに 0.032 維持と、強い印象があります。他のアルトと比べても強いですね。市場ではイーサ10周年が騒がれてるんで、その影響もあるかもしれないですけど、ただ上値は切り崩してる形状になってまして、OI もしぼんでます。で、下のサポートは 0.030 あたりになってますけども、上抜けすると 0.035 あたりが視野に入りそうではありますね。こちらも再度浮上できるのか注目です。あとその他の動向では、韓国銀行 BOK が暗号資産部門を新設、主に仮想通貨市場の監視、ウォン建てステーブルに関する議論を主導するための設立と見られています。あとはインドネシアが仮想通貨取引税を引き上げ、国内取引所では 0.1% から 0.21% に引き上げ、海外取引所では 0.2% から 1% に引き上げとされています。日本と比べると、ほぼないに等しい税金ですけど、元の税率と比べると一応大幅引き上げとなってますね。あとアルト方面ではテレグラムのアットクリプトハンドルに2500万ドルのオファーが出たことが話題になっています。以前はこれ35万ドルで購入されたものなんですけども、現在では数十倍のオファーが出ているということで注目されてますね。貴重な ID とかね、そのネームアドレスとかは未だに需要が出てますよね。あとは先日 API 障害で取引停止になったハイパーリキッドが被害を被ったユーザーに自動返金対応を計画していることや、あとはポリゴンがコンセンサスバグでチェーンが1時間以上停止、現在は復旧済みとなってますけど、ヘイムダル V2 アップデート後の障害ということで注目されています。あとはブラジルのバートキャピタルが XDC チェーン上で農業債券など10億ドル相当の資産をトークン化する計画を発表しています。バートキャピタルは先日も XRP レジャー上で RWA 化したのも話題になってましたね。あとアルトのチャート的には、ほとんどがマイナス推移となってますけど、トーンはプラマイ0あたりで比較的強くなってます。チャート的にも強くなってますけど、この抵抗を抜けて 3.6 ドル上抜けできるのか注目ですね。あと XRP は、3ドルの攻防となってます。このまま3ドルのサポートで耐えて8月の転換点で上抜けするのが理想的な展開なのかなと思いますけど、こちらも再度浮上できるのか注目ですね。今日はこのとこですかね。やっぱり今週は厳しいというか耐えるフェーズだと思いますけど、米雇用統計まで維持できるのか注目です。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。